私の名前はオリビア・ムーアです。私の夫ノーラン・シュミットの父、リアム・シュミットが突然心臓発作を起こし、緊急治療のため病院に運ばれました。しかし、医師である夫は、インターンのカミラ・ヘイズに手術を執刀させました。カミラは手術台の前に立ち、慌てふためき、メスすらしっかりと持つことができませんでした。彼女は瞬きをしながら、甘えた口調で言いました。シュミット先生、少し怖いです。ノーランは溺愛するように彼女の鼻を軽く叩き、モニターに表示されている着実に低下するバイタルサインを完全に無視して、10分間も忍耐強く彼女を落ち着かせ、その後、一つ一つ胸郭切開の手順を彼女に指導しました。その結果、カミラの手が震え、誤って大動脈を切ってしまいました。彼女は突然ノーランの胸に飛び込み、慰めを求めて泣き出しました。ノーランは彼女をしっかりと抱きしめ、優しく慰めました。その間、リアムは最善の救命の機会を逃し、その場で亡くなりました。ノーランがまだ泣いているカミラを抱きながら手術室から出てきたとき、彼は私に冷たい一別を投げかけただけでした。彼は言いました。誰かを責めたいなら、君のお父さんの運が悪かったとでも思え。立ち去る前にカミラを慰める感謝の手紙を書いてくれ。君のお父さんも結構な年まで生きたんだ。それで十分だ。彼の死でカミラに心の傷を残すなよ。私はその場に呆然と立ち尽くしました。一瞬、驚きのあまり言葉を失い、やがて彼が手術台に横たわっているのが私の父、ワイヤット・ムーアだと思い込んでいたことに気づきました。私は冷笑を漏らしました。その感謝の手紙は、あなた自身が書くことになりそうですね。ノーランはうんざりした表情を浮かべました。オリビア、そんな理屈をこねるのはやめてくれないか？そんな態度をとっても、ただ人に嫌われるだけだ。君のお父さんの手術をするのに、カミラがどれだけ怖がっていたか、君にはわからないのか？カミラは悔しそうに彼の胸に顔をうずめました。シュミット先生、そんなこと言わないで、オリビアさんが怒っちゃいますよ。もし私がお二人の仲を悪くさせてしまったら、胸が痛みます。オリビアさんのお父さんを助けられなかったのは、私の力不足です。彼女が私を責める権利は十分にあります。今、彼女が私を殴ろうが罵ろうが、私はすべて受け入れます。そう言いながら、彼女は本当に涙声になり始めました。ノーランは胸を痛め、すぐに彼女をより強く抱きしめ、優しく慰めました。私がここにいる。誰が君に手を出そうと言うんだ。カミラ、君は優しすぎるんだ。彼女の父親が不幸にも病気になったのは君のせいじゃない。だから自分を責めるな。それから彼は頭を振り返り、私を今日に睨みつけました。オリビア、もう十分だ。君が彼女をどんなにひどくいじめてきたか自分で見てみろ。さっさと君の父親の遺体を引き取りに行け。ここにいて目障りだ。それから早く感謝の手紙を書け。二人の親密な様子を見ていて、私はただただ嫌悪感を覚えました。リアムが最初に病院に運ばれたとき、私はすぐにノーランに電話しました。彼がいくつかの緊急手術をキャンセルして駆けつけたと聞き、その時はほっとしました。彼はこの病院のトップ外科医で、数えきれないほどの重病患者を救ってきました。私は彼が他の医者を信頼せず、自ら執刀しようと急いできたのだと思っていました。まさか、彼が経験の浅いインターンに手術を任せるなどとは思いもしませんでした。今、患者は亡くなり、家族が医者を慰めなければならないというのか？しかし、結局のところ、ノーランこそがリアムと実際に血縁関係にあるものです。私があれこれ言うべきではありません。私は冷たく言いました。私は何も問題ありません。
ただ、あなたもこれが医者とは関係ないと思っているのですか？家族は怖がりながらも人命救助に当たった医者に感謝すべきだと思うのですか？ノーランは冷笑し、目に侮蔑の色を浮かべました。オリビア、皮肉はやめろ。君の言っていることが理解できないとでも思うのか？君はカミラが治療し、命を救えることがやましいだけだ。今日はっきりさせておこう。録音しても構わない。仮に手術台の上が私の父であっても、私は同じことを言う。患者の死は医者とは関係ない。カミラのような優しい医者がいることは患者にとっての幸運だ。家族として感謝すべきだ。私はただ滑稽に思い、彼の要求通り素早く録音しました。彼の冷淡な態度を見て、私はただ背筋が凍る思いがしました。今年の初め、私が両親を連れて健康診断に行った時、リアムがたまに心臓の調子が悪いとぼやいていたのを思い出しました。彼が普段から私を気遣ってくれることを考え、私は彼にも総合検診を予約しました。結果は、私の両親は健康でしたが、リアムは心臓病と診断されました。あの時、彼は私を見つめながら、ノーランに言わないでくれと懇願しました。彼を心配させ、仕事に支障をきたすことを恐れていたのです。それで、ノーランが誰が危篤だと心配して訪ねてきたとき、私はワイヤットが病気だと嘘をつきました。それを聞くと、彼はほっとしたように長く息を吐き、目には隠しきれない喜びの色さえ浮かんでいました。彼は、ワイヤットも年を取ったのだから、心臓病は簡単には治らないから、もっと両親の面倒を見るようにとさえ言いました。当時は深く考えませんでしたが、振り返ってみれば、彼はずっとワイヤットが病気だと思い込んでいたのです。私は手にしたレコーダーを振りながら、内心で冷笑しながらも、しぶしぶ従ったような表情を浮かべました。あなたがそう言うのなら、私は依存ありません。結局、彼は私たちの父ですから。ノーランは私の言葉に込められた皮肉に気づかず、私が彼に折れたと思い込んだのでしょう。彼は少し薄笑いを浮かべ、傲慢に命令しました。そこに突っ立って何をしている？どけないとカミラの顔色が悪く見えないのか？君のお父さんを助けた後で彼女は疲れ切っているんだ。さっさと帰って栄養のある料理を作ってあげなさい。そう言うと、彼はカミラを抱き寄せ、私の横をすり抜けて、大股で去っていきました。二人が私のそばを通り過ぎるとき、カミラはノーランの胸に寄り添い、勝ち誇ったような挑発的な目つきで私を見ました。私はそんな愚か者たちに構っている暇はありませんでした。手術台の上で亡くなったのが実は彼自身の実の父親だと知ったとき、彼の反応はさぞかし見ものになるでしょう。その時、彼がまだ患者の死は医者とは関係ないと言えることを願います。結婚してからの数年間、リアムはいつも私によくしてくれ、しばしばこっそり私たちに経済的支援もしてくれました。私は彼がそんな無様な最後を迎えるのを見るに忍びず、彼をきちんと見送ることに決めました。私は一人で死亡手続きを進めに行きました。病院の人々はみんな驚いていました。リアムが運び込まれた時、皆すでに知っていました。ノーランが執刀を強く希望したのですが、リアムがあんなに早く亡くなるとは誰も予想していませんでした。しかし、今、後始末をしているのに、彼はどこにもいません。私が最後の手続きを終えようとしたとき、ノーランが突然カミラを連れて乱入し、一枚の同意書を私に投げつけ、命令しました。サインしろ。私はそれを見て、臓器提供同意書だと気づきました。私は信じられない思いでノーランを見つめ、怒りが一気にこみ上げてきました。ノーラン、あなたは彼のこだわりを知っているでしょう。彼が自分の体をそんな風に扱うことを絶対に許すはずがない。ノーランが口を開く前に、カミラが横から冷笑しました。
あら、臓器提供は医学への貢献ですよ。彼も光栄に思うべきです。私は彼女を冷たく睨みつけました。それは個人への敬意を持って行われるべきことです。わかりますか？ノーランはたちまち怒り、私に怒鳴りつけました。オリビア・オンチエだ。彼はもう死んでしまったんだ。彼の臓器はまだ社会の役に立つんだ。それに、これも彼のために良いことをしているんだ。彼はこの人生でどれだけの罪を犯したかわからないじゃないか？そうでなければ、なぜ他の人は助かったのに、彼だけ死ななければならなかったんだ？もしかしたら、これが因果応報なのかもしれない。私は怒りで震え、指先が震えました。その考えはやめてください。私は絶対にサインしません。ノーランは強引に私の手をつかみ、その握力で私の骨を砕きそうな力で握りしめました。彼は言いました。オリビア・オンチエはやめろ。これは私の決定だ。君が決めることじゃない。私は激怒し、顔を真っ赤にして涙を浮かべながら彼に向かって叫びました。よくも私をいじめるわね。私の両親に知られたらあなたを見逃さないわよ。ノーランの目つきが冷たく鋭くなり、力任せに私を突き飛ばしました。私は床に強く転がり、背中に響く痛みを覚えました。彼は冷たく言いました。君はただ実家の金に頼っているだけだ。目を覚ませ、君のお父さんはもういない。もう誰も君の味方なんていないんだ。私は手のひらの鋭い痛みに耐えましたが、胸から全身へと冷たいものが広がっていくのを感じました。これが、あの時私が親の反対を押し切ってまで結婚した男です。彼は完全なクズでした。涙が私の方を伝わり、私は疲れ切った口調で言いました。あなたが何と言おうと、私は絶対にサインしません。リアムの故郷では、亡くなった後の遺体は完全でなければ来世があるという風習があります。私はそんな無情なことはとてもできません。ノーランが私を引きずってサインさせようとしたとき、カミラが突然言いました。シュミット先生、あなたも遺族ですから、サインする権利がありますよね。私たちが彼女の代わりにしてあげましょうよ。ノーランは彼女を溺愛するような目で見つめ、褒めました。君は本当に賢いね。よし、これで彼女に一音着せてやろう。そう言い終わらないうちに、彼はすでに同意書に自分の名前を素早く記入していました。私は彼を失望した目で見つめました。あなたは後悔するわよ。彼は私を軽蔑するように一別し、カミラと一緒に遺体解剖に行こうとしましたが、一本の電話が彼を遮りました。立ち去る前、彼は特に念を押しました。カミラ、先に緊急手術を片付けに行く。怖がるな、できるだけのことをすればいい。どうせ遺体だし、使えるものもあまりないかもしれない。訓の練習に使わせるのが彼女のお父さんの最後の価値だ。ノーランが去った後、カミラはわざと私を刺激するかのように、提供者に対する敬意など一切見せず、骨のこぎりでリアムの四肢を容赦なく切り落とし、怒りをぶつけました。それから彼女はリアムの臓器を取り出し、あちこちに投げ散らかしました。彼女は私のそばでわざとらしくため息をつきながら言いました。あら、彼の臓器は全部ダメになっちゃってる。完全に使い物にならないわ。提供しても意味ないね。それから、いろいろな角度から写真を撮り、ノーランに送りました。シュミット先生、私、勇敢でしょ？ノーランは返信しました。すごい、私たちのカミラは最高だ。私はその光景に気分が悪くなり、吐き気を抑え続けました。カミラは私を一別し、冷笑しました。役立たずね。あなたのお父さんの遺体は大して役に立たないけど、せめて医者の実験材料くらいにはなったわね。
彼女の得意げな表情を見て、私はもう我慢できず、ノーランにメッセージを送りました。ノーラン、離婚しましょう。ノーランはすぐに到着し、入ってくるなりあざけりました。オリビア、まだ状況がわからないのか？君のお父さんは死んだんだ。自分がまだあの高飛車なお嬢様だと思っているのか？私がいなくて誰が君を欲しがると思う？私は彼を見つめ、嫌悪感をこらえながら言いました。それでも、あなたのようなクズと一緒にいるよりはマシよ。彼は急所をつかれたようで、顔を歪めました。君はただ実家が少し良いだけのくせに何を偉そうにしているんだ？学生の頃からいつも高飛車な態度を取りやがって。君の家が私の学費を数年払い、少しばかりの施しをしてくれたからって、君に私をこき使う権利があるとでも思っているのか？はっきり言ってやる。私が今持っているものはすべて自分の力で手に入れたものだ。君の家族とは何の関係もない。私は冷たく鼻で笑いました。ここ数年、私たちが彼に与えたものはお金だけではありません。彼の今の名声さえ、私たちの多大な努力の上に築かれたものです。しかし、結局、私たちは恩知らずの怪物を育ててしまったのです。私は言いました。ノーラン、もし本当にすべて自分の力だけでやってきたのなら、あなたは大学さえ卒業できていなかったでしょう。今の自分に嘘をついているあなたの顔、本当に吐き気がするわ。二つの選択肢よ。離婚するか、法廷で会うか。彼は私を激しく睨みつけ、まるで私を引き裂こうとするような毒を含んだ目つきをしました。彼は言いました。俺が離婚する勇気がないとでも思うのか？俺がいなくなって、お前がどれだけ惨めになるか見てやる。そう言うと、彼はカミラの手を取って立ち去りました。突然、何かを思い出したかのように、彼は振り返り、粉々に散らかり乱れた部屋を一別しました。彼は言いました。さっさと君のお父さんの汚らしいものを持ち帰れ。病院のような神聖な場所を汚すなよ。私は最初、彼にリアムに最後の別れを告げさせようと思っていましたが、今では全く必要ないようです。半日以内に私は火葬場を手配し、葬儀場を設け、友人、家族、そしてノーランにも知らせました。私はリアムのためにできる限りのことをしました。ほんの少し外で息をつきに出ただけなのに、戻ってみると、目の前の光景に私はぞっとしました。リアムの葬儀用の肖像画は赤いペンキでいたずらされ、原型をとどめないほどに傷つけられていました。もともと招かれていた祈祷師は無礼に追い返され、代わりに騒々しいバンドが雇われていました。最も腹立たしいのは、リアムの骨壺が持ち去られ、近くで何人かの人々が何か花火のようなものを作り、ほとんど完成していたことです。私は駆け込み、怒って叫びました。何をしているんですか？カミラが軽く笑いながら言いました。何をそんなに騒ぐの？これはハッピー葬式っていうの。今流行ってるんだよ。シュミット先生も私の発想力が素敵だって褒めてくれたんだから。ノーランは満足そうにうなずき、傷つけられた肖像画を見て冷たく言いました。カミラは親切心でやっているんだ。賑やかで明るいだろう、いいじゃないか。君のお父さんの遺骨は花火に加工された。すぐに私たちが空へ打ち上げてやるよ。彼を天国へ送ってやると思え。